今ご覧いただきました映画日本昆虫記の監督の今村翔平さんに、この映画について、いろいろお話をお聞きしたいと思います。今村さん、この前にその豚と軍艦をお作りになって、そしてあの作品は非常に好評で、そして今村さんの地位を確立したと思うんですけどね、はい、その地位を確立した割にはそれから3年ぐらいかかってますね。2年半ぐらい、この日本昆虫記が出るまでね、はい、非常にその難産だったように、見えたんですけども、それはどういう昆虫記が難産だったわけではないので、全体にその歌と軍艦の時に、かなり予算オーバーしたりなんかしましてね、300万ぐらいだったと思いますがね、でそれはけしからぬことであるというのでね、干されたんですよ。そうですか。これは露骨に干すと言って宣言して干されたんですね。その間やむを得ずですね、僕は都落ちして、三島へ行きましてね、三島は北村一夫の両親がいるところだもんですから、余ったりでそっちへこう行ったりなんかしましてね、で、脚本ばっかり書いてたんです。なるほど。その間に浦山さんのためにキュープロのある街を書きましてね、それからパラジっていう変な題の芝居を俳優座でやりまして、これ俳優小劇場がやってたんですかね、それから侍の子っていうね、ありました、そういう映画、若杉光雄さんでね、その脚本と、そういったふうにその人の本ばっかり書いたりなんか、その間に昆虫記もそうですし、赤い殺意っていうのも書いたんです。なるほど。3年間の間に随分働いてるんですけどね、仕事をしてたんですけどね、それで赤い殺意が最初で、昆虫記がその次なんです、書き上げましたのはね。ですからその順で本当はやりたかったんですけども、昆虫記の方がなぜか評判になりましてね、であっちを先にやれということでしてね。いや、そういう内情を知らないもんですからね、昆虫記が出来上がってみると非常にそれまでにないスタイルの映画で、いろんな意味でそれまでの映画の常識を破ってますわね。だからそういう非常に野心的な企画だからなかなか通らなかったのかなっていうふうに見てたんですけど、そういうわけじゃない。そういうわけじゃないですね。脚本にはそれほどその斬新なスタイルを提示しておりませんのでね多分そこではないでしょう、ポイントは。とにかく言うこと聞かないやつ少し干してたらいいというような生意気だっていうような感じが、あの頃はとにかく日活は石原裕次郎およびそれに似たタイプの俳優たちの路線が確立して、それがもうベルトコンベヤーのように回転してるから、異質のものは干しておいてもそうですね、いらなかったんでしょうね。しかしその中で非常に頑張って全く新しいスタイルの映画を作ったというふうに見えて、私たちは非常に感動したんですけども、何しろあれですね、一方で非常にかっこいい映画、調子のいい映画が大量生産されてる中で、あれでしょ、そういう見てくれの良さは一切関係ないというようなね、そして本当の人間はこういうもんだっていうようなことをもう実にそれまでの常識ないほどネチネチ掘り下げていた作品だったわけですけれども、これはあれですか、どういうところから着想？敗戦というね、赤線青線敗戦、敗戦というのは素人相手の、素人相手じゃなくて素人の女性が客の接待をするといったようなね、売春婦ですよ。でこれのたまりが南千住にありましてね、でそこに僕らの浦山田の時々酒飲みに行ったりなんかして暴れたりなんかしてた時があるんですよ。でそこのお島さんっていう女中頭がおりましてね、でこれは非常に面白い女性で、弁が立つわけじゃないんですが、非常にそやな物言いなんですがよく喋るんですね。面白くて、からかったりよく一緒に酒飲んだりしておりましてね、であれはあいつ主人公で映画にならないかなっていうようなことを、つい長谷部刑事と飲んでる時にそういう話になりましてね、で、じゃあいっぺん徹底的に彼女を調べて、どういう生い立ちなのか、どういう親父がいたのか、そういうことをちゃんと調べて、でなるもんならば脚本化しようということで、お島さんと連絡を取りましてね、で
神宮外苑とにかくお金がないんで、しかるべき場所っていうのはないもんですから、絵画館の前なんて指定しましてね、でそこで大学ノートを取り出して、延々とその話を聞いたんです。これがクレハ紡績という富山の紡績会社にいたことがあったりなんかしましてね、で、お父さんに対するイメージが非常に強いんですね。で彼女はそういうふうに思ってないんですけども、彼女の潜在意識が明らかにその父親像というのをこううだうだとこう渦巻いとるわけですね。そういうことを発見してとても嬉しくて、で何日も何日もかけて大学ノート3冊ぐらいにそのメモができたんですね。それをもとにして、脚本を起こすということになったわけです。女主人公の人生を語るのに父親から語っていく、そしてその普通の考えだと父親に対してする彼女の感情みたいなものは大体省略しちゃっていっちゃうと思うんですけども、あそこは面白かったですね。そうですね、そのモデル自体が異常に固執しておりましてね、父親に、それは自分がつまりその潜在意識的に父親に対してその愛を持ってるというような意味とはちょっと違うんですけどね、彼女の物言いによりますとね、もうちょっとこう錯漠とした感じなんですけどもね、しかし僕らはそこを自分で掘り出したって気持ちがあってとても嬉しかったんですけどね、そこまで遡ってその人物を描くべきかっていうと、いやそれはもうどんどん遡るべきだというようなことでね、長谷部さんもまだ若かったから、互いに大いになんて言いますか張り切ってやりましたね。脚本に張り切りました。だけど脚本ができてみますと、前の大学ノートにメモしたものの方がどうも面白いんですね。なるほど。自分の想念の中でその大学ノートの錯漠たるメモをつなぎ合わせてシナリオにしてるわけですから、実際この苦労してじゃあそれじゃあ辻褄合わないとかね、いや前後こうした方が面白いとかいうことで作り上げたシナリオは、いわば何と言いましょうかね、ウェルメイドであるだけで一つも面白くないっていうふうに互いに自己批判しました。確かにそういえばあれですね、辻褄が合ってるのか合ってないのか実はよくわからんっていうような運びは随所にあって、そこは結構面白いですね。そういうところが面白いですね。これは後々そういう目に随分ありました。僕は整理マだし調査までありますので、辻褄がピシッと合ってないとなんか気持ちが悪いんですね。でその合ったものがいいかっていうとよくはないんですね。なんかもうたるものの中に面白さがある。つまり観客の側ではそこに思いをかけるということがあり得るんですね。ところがみんな整理されてると思いのかけようがないというようなことがありましてね、そういうことはこのグズグズしてる中でなんか出てくるもんだなと思いましたね。それからある意味ではこれはかなりぶっきらぼうな作品といいますか、あれでしょう、それまでうまくできた映画っていうのは非常に緻密に計算されていて、そして至る所に伏線が張ってあって、その全体が緊密にこう関連し合ってるというようなものだったと思ってたんですけどね。しかし考えてみるとそういうのは作り話的であって、本当の人生っていうのは何かこう、そういう断片のつなぎ合わせみたいなものなんですけどね、しかしつまり潜在意識、潜在っていうそこのところへね、それがつながってればいいじゃないかというつもりで、わざとブツブツにしましたけどね、でさらになんて言いますか、あるこう余韻を残した感じでそのストーリー自体に思いをかけるのではなく、笑って前のを吹き飛ばしたいというような感じもあったんで、随所にその歌をこう入れたわけですね。この作品でもう一つ非常に画期的だったのはこれはオールロケですか？そうです。そのオールロケっていう場合あらゆる細部までロケ。そういうことですね。だから非常にそれは苦労したわけです。苦労してわざとそうしたわけですね。セットというものが非常に便利なんですね。特にそのシナリオを書く美術監督がいて、その人とこまめに打ち合わせをしましてね、そして三寸五分の柱か四寸の柱か、でここは一尺高くなっているか、そういうことを細かに計算して、ここは囲炉裏の方がいいとかね、そういうことはもう全部こちらの頭にあることを向こうに伝えて、向こうからこう絵が出てくるわけですね。
ですからここを外して撮るとか、これを外して向こうから撮ることも可能ですね、セットの場合は。しかし現実のこういう箱の中ではそれはできないわけですね。なのでそれはセットっていうものはあまりに便利だっていう考えでしょうかね。でそれは片腕を落として戦うのだみたいなね、かっこいいこと言って、セットをやめちゃったんですね。なるほど。だからオールロケにしなきゃならない。ロケーションするってことになると、それこそマイクの位置から何から死ぬほど苦労するわけですね。スタッフは大変な苦労なわけです。小さなアパートはアパートでそのまま撮るっていうことですから、で間にこう数珠みたいな格好のなんていうんですか、のれんみたいなのが下がってるので、そのままで撮ると、わざとそうするわけですね。撮りにくくする、その中で工夫がないと撮れないわけですね。だから映画のサイズなんてのも自分で想念として彼女がこっちね行くこっち行くっていうようなこととは違うんですね。シナリオ上そういうふうに動くって書いてあるけども、それは映ればもう引きがありませんから、こんな大きくなっちゃうね。それ誰であるかってことが分かる程度で、細かい下の芝居は全然分からない。それでもいいじゃないかって言って撮ったわけですね。なるほど。それはかなり冒険だな、危ないなっていう感じはありましたけどね。しかし片腕を落として戦うっていうことはどうもやっぱり工夫の源泉だとは思いましたね。なるほどね。日本昆虫記から始まって今村さんの作品の場合は、例えば芝居をしていると、その芝居の向こうに生のこう風景というか、その生のこの実社会がね、映ってるっていうのは、その辺のなんかこう感動は非常に鮮烈だったですね。そういうものが映って、そうですね。セットを排除するところからやむを得ずそうなる時もあるし、積極的にだんだん取り込んでいくっていうこともありますしね。それは面白いなっていう感じがあるもんですからね。自然になんていうか、やむを得ずそうなってしまったなんてことは映画で意外と多いですけどね。例えば室内とそれから屋外が仮に同時にこう映ってるとすると、そのライトなんか大変なわけでしょ、その照明の場合なんかね。それが実際の家の中ではそんなに仮に狭い家だったら、その至る所にこうね照明を自由自在に張り巡らせてわけにもいかないし、それは大変でしょうね。ですからどうしてもライトを置く場所なんか限定されますね。あるいはレンズワークなんかも制限されてくるわけですね。で勢い長回しなんですね。一回もう捨てたら動かないみたいな、すごい芝居の方をこう練るというような感じになりますね。だから被写体をゴリガンに作っていくというような演出法になるわけですな。なるほど。それは面白くないことはないです。それはそれでやっぱり一つの流れの中で長いショットを撮るってことになりますとね、役者たちもそれは必死でかかってくるわけですから、なかなか面白いなってことも出てくるわけですね。長回しと言いますとね、伝説的に溝口健二の長回しっていうのが有名なんですけども、あれは完璧なセットを作ってね、そしてもう自由にどこまででも動けるようにした上でね、長回ししてるんだけども、あれですね、そのセットじゃない、その実際の場所の制約から長回しっていうのは非常に面白いですね。そうですね。その絵だけではなくて音もですからね。表オートバイが通ればそれでもポシャっちゃうわけですね。オートバイ撮ってもいいなっていうね、一つセリフが消えたけどもいいなっていうのは生で聞いてて判断しますけどね。時によってはあるべからざる音が入ってくるとダメなんですね。しかしあれでしょう、音という点でもオールロケっていうのはやっぱり効果あるでしょうね。ありますね。つまり余計なものが入ってくるってことですよ。いろんな意味でね。で雨が降ってきたりなんかしますね。雨を取り込んでしまえっていうふうになるわけで、そういった面白さっていうのは無限にあります。なるほど。セットでは考えられない面白さがありますね。セットの場合に完璧にはなりますよね。ずっと完璧にはなりますけど、完璧が面白いわけじゃありませんのでね。例えば新宿のアパートで、次に大島さんっていうのは逃げてって他に警察から追われるんで、他に池袋のマンションに移るということになりますと、それは一つは新宿であらねばならない、あるいは渋谷でなきゃならない、池袋でなきゃならない。そうすると当然バックにいろんな絵を入れると、入れて知ってる人には新宿だっていうふうに分かるようにするはずのものなんですね。じゃないとロケーションする意味はないじゃないかとよく言われますんでね。
でそれを全部やめたわけです。なるほど。どこだっていいということでね、どこだかわからないようにわざと取るっていうような風にしたり、窓をポンと開けるともう前の壁がこう迫ってるとかね、それが面白いっていうような風に、ロケであればこそいろんなそういう不自由と面白さが出てくることありますね。それからその今村さんの一つの特色としてね、もう非常にたくましいというか、すごいその生き抜く力を持った女性っていうのは繰り返し出てくるわけですけども、この作品あたりでそのね姿が非常にくっきり現れてきたように思うんですけれども、そういうことですね。左幸子さん、彼女にとってもねこの作品は代表作だと思うんですけども、あれですか、左さんを起用された何か狙いはあったんですか？以前にね「女中っ子」って映画を見ましてね、田坂さんの、僕は非常に感動した覚えがあるんですね。なるほど。女中さんがすごい勢いで走るんですね、その短距離走者として、彼女は非常に評価したんです、その走るとか重いものを背負うとかね、どっかから落っこちるとかいうような、そういうことはひどく好きでね、要するに映画というものがあまりに心理主義的になるのは嫌じゃないかっていうような感じがあるんですね。もっとその肉体的なもんでいいんだっていうような、暑いとかね、寒いとかいうようなことがどれだけ人間を突き動かすものかみたいなことを出したいという、そういうこともあったんですね。ですから一生懸命走るなんていうのはとても好きでありましてね、それでひどく感動したことがあるし、芝居もちろんうまいですから、で、左さんというふうにもうずっと思ってたんです。そうしたところが日活の首脳部がなぜか岸田京子に惚れましてね、岸田京子でやれとこういう話で、で嫌だなと思ったけどもいっぺんだけそのカメラテストに岸田さんを呼んだんです。でこの時期の中なんか持ってきて少しやらしたんですけどね、もういかにもそぐわないんですね。その頃江守さんっていうのが、実験を持っていましたんで、江守さん重役のところへ関西へ向けて出発しましてね、朝がけを食わせて、で長いことその行きがけにこうコンテを立てて、どうやって口説こうかっていうんでね、でものすごく回りくどい話をわざとしたんです。30分もかけて昆虫記の主人公の話をものすごくこう、めちゃめちゃにこうしたわけですよ。でお前何を言いに来たんだってしまいに怒り出すんですよね。それでも言わないわけですね。もうじらしてじらして、それで左さんにしたいっていうことを言ったら一発で OK だったんです。そういえば左さん確か体操学校の卒業でねやはりこの動くことについてはなるほどね。ちょうど羽生さんと当時も一緒で、羽生さんの子供がお腹におりましてね、ちょっと苦労しましたよ。北村一夫さんっていうとそれまで進撃の俳優さんだし、どちらかっていうと知的な役者さんだと思ってたんだけれども、これはよくそういう配役をしたですね。いやこの方が北村一夫らしいんですね、本当は。よう偽ってるわけでましてその知的なというかこの方がずっと面白いですね。彼も一つ話でよく失殿の中へね放り込まれてえらい目にあった、死にそうになったなんて話は大和に言いますけどね、体力抜群の俳優でね、そういう方が好きなんですよ、どっちかというとね。それからこの映画には非常に存在感のある俳優さんが次々と現れるんだけど、例えば河津清三郎、あの人なんかもねそんなにたくさん出てるわけじゃないけども、面白い俳優さんですね。随分悩んでましたですね。それこそその制作主任の彼女のアパートみたいなところでロケーションさせてもらってね、そこへ母さんが来て、吉村実子と2人の濡れ場をやったりなんかですね、で手に剛毛が生えてるんですね、彼は。剛毛が生えてる。でその母さんその毛でね、手に生えてる毛でもって吉村実子のその背中こすれとかなんとか。すごく嫌がるんですよね。嫌だなって言うんですよね。我慢してやってくれましたよ。それについてずっとこうパンしていくわけですから、どうしてもそれが必要だってことでね、無理にやってもらったんですけども、吉村実子、
人はあれですね、豚と軍艦からですね、あれも人もあれですね、今村さんらしい。そうですな。粗丈夫な女性でありましてね、叩いてもなかなかひって言わないというタイプです。骨太で威勢がいいですね。ただこう物言う時に目をつぶって言うっていう悪癖がありましてねこれを直すと大変だったことがあります。豚と軍艦の時ですね。どうも今日は興味深い話をいろいろありがとうございました。5月のスペースシアターでは、今村昌平監督特集を放送しております。毎回映画の後で今村さんのお話をお聞きしますから、ではまたどうぞ。